こんにちは、東京ベジライフです。今日はミミズの引っ越しの様子とベランダ菜園ツアーをお届けします。私はスタジオの方でミミズコンポストというものをやっていて、2月末くらいの動画でその様子をお伝えしたんですが、その2月末時点ではミミズコンポストを始めてから1ヶ月ぐらい経った時で、まだ増えてるかどうかよくわからないんですみたいなお話をさせていただいたんですけど、それから、5ヶ月6ヶ月ぐらい経って、もう本当にちょっとミミズコンポストのそのボックスを皆さんに気軽に見せられないくらいすっごくミミズが増えて、でやっぱちょっと今のボックスだと少し窮屈かなというか、ミミズ密度がちょっと高すぎるかなと思ったので、先日引っ越しを実行しました。普通にまたもう一つボックスを作って、で引っ越しさせてあげてもよかったんですけど、それだとあまり面白くないなと思って、ちょっと今回はまた違った形のお家を作ってあげたので、その引っ越しの様子を今日はお届けしたいのと、あとベランダの方で結構ハーブとか、野菜も少しだけ育てているので、その様子もお届けできればと思います。もともとのミミズのお家のセットアップは IKEA のプラスチック製の収納ボックスを使った屋内用のものでした。今回は鉢植えと一体型の屋外セットアップにしていきます。まずホームセンターで買ってきたペンキの缶の底を缶切りで切り出します。次に缶がすっぽり入る大きさのプランターに、缶の頭が縁あたりの高さになるように土を入れていきます。このプランターにはミニトマトとバジルの苗を植えるので、それぞれの植える位置を確認したらポットから出して隙間を土で埋めます。あとは元々のミミズファミリーから分けた小さなグループを缶の入り口から入居させます。この缶に野菜くずを入れ、それを食べたミミズがプランター全体の土の中を自由に移動し、その糞尿が植わっている植物の肥料となる仕組みです。もう一つ同じセットアップで作ります。植えるのは病害虫を防ぐ効果のあるナスタチウムとジャガイモ。このジャガイモはキッチンのジャガイモに芽が生えてしまったので、貝割れの容器に土と入れておいたらどんどん伸びてしまったものです。こちらにもミミズを入居させます。屋内で育ったいわば温室育ちのミミズなので、屋外で元気に育ってくれるか少々心配ですが、きっと大丈夫でしょう。数日間新しい環境に慣れさせてから、くず野菜で作った特製スムージーをあげました。缶が日陰になるようにプランターを配置しています。ベランダ菜園の方はなるべくオーガニックで育てたいっていうのと、あとベランダなのでやはりスペースが限られているので、お互いの成長を助けてくれるような植物だったりとか、あと害虫とか病気を防いでくれる植物を入れたりとか、寄せ植えをして育てています。一見するとちょっと寄せ植えしすぎというか、近くに植えすぎているんじゃないのっていうものもあると思うんですけど、本当にそれぞれすごく元気にぐんぐん成長してくれていて、ただ実は土は100円ショップのココピートっていう全く肥料も入ってないものですし、あと追加で肥料とかも今のところ全く開けていなくて、それで本当に太陽とお水だけで成長してくれています。やっぱり太陽の光っていうのはすごく重要なので、ベランダの各ポジションでどれくらい光が当たるかっていうのを把握するのと、あと植物もそれぞれ日向が好きとか日陰が好きとか好みがあるので、それを把握してあげることが重要です。で寄せ植えなので例えば上にぐんぐん伸びていく植物だとやっぱり影が少しできてしまうので、その影になるところには日陰を好むような植物を植えてあげるとか、そういう工夫をしたりとかしています。じゃあ早速ベランダの方をお見せしたいと思います。
ベランダには気持ちのいいヒノキのすのこを敷いています。ぼーっとしたい時に縁側気分で座って楽しんでいます。こちらは唐辛子と大葉。このプランターに後で植えていきます。種から発芽させたバジル、まだまだ小さいです。こちらのプランターは賑やかなハーブたち、パセリ、オレガノ、パクチー。パクチーは少し前までかなり豪快に育っていたので、カットしてグリーンカレーにしたり、前回の動画でもビリヤニ用に収穫しましたが、すぐ伸びていきます。スープセロリ、タイム、マジョラムの6種類が植わっています。こちらはキッチンにあったネギを植えたものと、同じくお料理で使った豆苗を植えたものです。ネギは収穫用ではなく病害虫を防ぐ役割で、豆苗のいわばボディーガードです。豆苗は花が咲いてサヤインゲンがなっています。こちらのプランターは長野の素敵なハーブ屋さんで購入してきたハーブたち、ゼラニウム、マローコモン、ルバーブ、レモンマートル、セントジョーンズワートです。こちらのナスタチウムとビオラはいちごパックを再利用して種から発芽させたものです。芽が出ていく様子を観察するのは面白かったですよ。こちらはミミズの引っ越し先のジャガイモとナスタチウムのプランター。ローズマリーは寄せ植えに向かないので単独で、ミントは2種類。こちらもミミズの引っ越し先のミニトマトとバジルのプランター。先ほどの唐辛子と大葉をプランターに植えて、余ったスペースにケールの種をまきました。たっぷり水をあげてベランダ菜園ツアーの終了です。ついでにというかおまけで自宅のベランダで栽培しているものもお見せします。これは最近植えた4種類のお花です。このテーブルチェアセットと下のタイルは両方とも IKEA で購入したものになります。スタジオの方はハーブとかちょっと野菜とかを育てているんですが、自宅の方ではミニ果樹園をイメージして、これはラズベリーとブルーベリーですね。イチジクの木と、これはレモンバーベナです。旦那さんが香りのいい植物が一つ欲しいということでレモンバーベナを置いています。